この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は買ってよかった絵が上達する本5選ということで、以前こちらの動画で読むだけで絵が上手くなっちゃう本を紹介しました。これがとても好評で、もっと紹介してという声が多かったので、今回はさらにこれを読めば確実に絵が上手くなっちゃうという画力アップに超効果的なおすすめ本5選を紹介していきたいと思います。今回紹介する本も僕が絵を描くときに高確率で引っ張り出してきて、そして参考にするすごく実用的な本ばかりです。お、これ読みたいってね、自分の心に引っかかった本があれば、それはおそらく今のあなたに足りてない能力を補ってくれる本だと思います。ぜひ読んでいただき、あなたの画力アップにつなげていただければと思います。それと今回紹介する本については、動画の下の概要欄に Amazon リンクを貼っておきましたので、そこからチェックしてみてくださいね。それでは早速行ってみましょう。女子中高生の制服攻略本。最初に紹介するのはこちら。女子中高生の制服攻略本ですね。絵を描いていると女子高生の制服姿って描く機会がある人は多いと思うんですが、制服を描くのって結構難しいんですよね。そして男子にとっては特に女子の制服って未知な部分がありますよね。制服をリアリティを持って描こうとすると、あれここってどうなってるんだっけ、そんな風に細部に迷ってしまったり、どんなパターンがあるのか、構造的に変じゃないのか、わからないことだらけだったりしますよね。それを一気に解決してくれるのがこの本です。おすすめのポイントは3つあります。まずですね、制服のパターンの豊富さがやばいです。この本開いてみるとわかるんですが、制服のパターンの多さ、それに対する解説が充実しまくっててですね、例えばセーラー服一つとっても襟の形状だけでこれだけ種類がありますっていうパターン、関東襟、札幌襟、関西襟、名古屋襟などなどめちゃくちゃ細分化されて、地域ごとの特色に分けて紹介されてるんですよね。あと何よりもイラストを描かれている熊野井さん。この方の絵がめちゃくちゃ可愛い。そして何よりも分かりやすいです。多分ですね、同じような解説本を写真を使って出されていても、参考にはなると思うんですが、熊野井さんのすごく整理されたシンプルな絵柄で、でもきちっと陰影が表現されていて、シワの形や構造がはっきりとわかる。この絵柄で解説されているからこそ、ここまで伝わりやすく分かりやすい内容にまとまっていると思うんです。しかもですね、制服の中に着るようなセーターなどに関してもしっかりとまとめられていて、これに関してもほら、めっちゃパターンが紹介されているんですよ。なんかもう単純に、あ、そうだったんだってね、読んでいるだけで知識として勉強になるので、この本は非常にお得感があると思います。でね、僕が制服を描くときに結構困るのが、制服の構造があります。僕は中学、高校時代はずっと学ランだったので、学ランはね、毎日着てましたから、ある程度構造は把握しているんですが、これ当然なんですけど、女子の制服って触ったことないので、構造をね、思い浮かべてみろって言われても、表面的な部分だけで、裏地がどうなっているかとか、折り返しの部分がどうなっているかとか、あまりね、よくわかってないんですよね。だから実際に絵を描こうとすると、あれここの構造ってどうなってるんだろうみたいにわからないことだらけだったりして描けないことが多いんですよね。でも大丈夫。この本はそんな構造的な部分までしっかりと解説されています。これ見て、制服を着た時の姿だけではなく、脱いだ時の服の構造や裏地までもしっかりとイラストで解説されています。あと細かいんですけど、名称もねちゃんと書いてあるので、人に説明する時も困りませんよね。あとね、地味に困るのがプリーツスカートの構造なんですけど、これについてもしっかりと図説してあります。プリーツのひだの種類によってこんなにパターンがあるなんて、ちょっとねこの本を読むまでは全然知りませんでした。そして解説はさらに細かいところに移ってきます。制服、スカート、そしてその構造ときて、さすがにここで終わりだと思うじゃないですか。いいえ、まだです。そう、
小物類です。もうね、この本解説が細かすぎて、ちょっと怖いぐらいなんですが、ほら、見てください。リボンの結び方とか、ディティールまで網羅しているんですよ。そして、もうさらに笑っちゃうんですけど、ボタンですね。ボタンの種類や形状まで、これだけ種類がありますよって、もうここまで行くと細かすぎて書かねえよっていうレベルだと思うんですが、すごい情報密度ですよね。女子高生を書く機会がある S さんにとっては、これ一冊あれば少なくとも制服に関しては困らないレベルで内容が充実した本だと思いますので、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。建築知識。次におすすめする本がこちら。これですね、雑誌なんですけど、建築知識っていう雑誌ですね。いや僕ね、ずっと誤解してたんですが、この雑誌、建築家が読むような専門書か何かかなっていう風に思ってたんですよ。で、その中にたまーにおまけ程度に背景のイラストの描き方なんかが載ってるのかなっていう風に思ってたんですが、でも中身を見てもうめちゃくちゃびっくりしました。僕が思っていたのと真逆ですね。あくまで背景の絵を描くために建築の専門的な知識が載っている。そんな完全に絵描き視点での雑誌なんですよ。何このマニアックな雑誌ってね、思わず叫んじゃいました。おすすめのポイントは3つあります。なんといっても表紙のイラストを描いているのが背景で有名な吉田誠二さんなんですが、吉田誠二さんのテクニックが詳しく解説、図説付きで読めるっていうのがそもそもめちゃくちゃお得感があります。見てください。表紙のイラストだけでも欲しくなっちゃうんですが、本の中身を見てみると、ラフから完成までの吉田さんの思考の流れと描いていく上で気をつけるポイントなどが細かく解説されているんですよ。この1ページだけでも情報量半端ないでしょ。ただね、この本、これだけじゃもちろんありません。っていうか、雑誌なんだけど、永久保存版にしたいぐらい、情報量もりもりですね。吉田誠二さんのページは、あくまでイラスト描きに対して、こういう風に描くと絵がうまく見えるよ、見栄えがするよっていうソリューションを提示してくれるお絵描き講座なのに対して、例えばこちらのページはですね、イラストではなく、プレゼン資料の見せ方ですね。物件の魅力をクライアントやお客さんに対してより的確に伝えるにはどのような見せ方をすればいいのかなんていう実用的な方法にまで言及されていたり、依頼主の好みやその場その場の用途に合わせて色をどのように選択すればいいのか、かなりロジカルに知識を系統立ててグラフィックデザインの方法論まで整理されているんですよ。いや、ですね、ちょっと読んでいると、雑誌だっていうことが忘れちゃうぐらい、情報量、そしてその質の高さがやばいです。あとですね、今紹介したページだけ考えると、現代建築だけを取り扱った本なのかなっていうふうに思うんですが、例えば、こんなページなんかもあって、中世の石造りの要塞の内部でしょうかね。なんかこういう遊び心もふんだんに盛り込まれているので、知識を取り入れようっていうふうに力んで読まなくても、ちょっと肩の力を抜いてパラパラっとめくっているだけですごくね、見ていて楽しい雑誌なんですよね。背景や建物は描きたいんだけど、細部の書き込みや構造、そして色使い、そもそもどうやって書いたらいいのかわからない、迷っちゃうっていう人にとってはすごく役立つ本なので、ぜひこちらの本チェックしてみてはいかがでしょうか。いやー、これ雑誌って言っていいのかなカラー&ライト。さて次に紹介するのはこちら、カラー&ライトです。こちらの本はですね、実は絵描きにとってはすごく有名な本で、絵を描きたいの？じゃあカラー&ライトぐらいは読んでおかないとねっていうレベルで、絵を描く上では最も大事な知識、色と光についての知識を網羅している一冊です。この本のおすすめのポイントは3つあります。まずこの本の最大のおすすめポイントは、非常に理論立てて色や光の使い方を解説してくれているところです。なので絵を描き慣れている人たちが感覚的にやっている作業をちゃんと理屈立てて丁寧に解説してくれているんですね。例えばこのページでは色温度について解説されています。色には暖色と寒色と呼ばれるように、それぞれの色から感じる温度というものがあり、それらは目的や用途、見ている人にどのように感じてほしいかによって使い分ける必要があるよというのを解説したページです。でね、そういった基礎的な知識だけかといったらそんなことはなくて、例えばこちらのページは色の混じり合い、花法混色を解説したページで、異なる2種類の色の光で照らした時の色の混じり合いがどのように起こるのかなんていう応用テクニックも紹介されています。画面内に2つの光源があるイラストが描けると、1枚の絵なのに時間軸があるよ
ような演出ができるようになりますが、それにはどういう色使いをすれば効果的なのか、これを読めば使えるようになっちゃいますね。いや、めちゃめちゃ見応えがありそうでしょ。でね、今紹介したのは知識としてのお勉強なんですが、実践的なテクニックもたくさん紹介されているのがこの本のいいところですね。それが演出の仕方です。実際ですね、色や光の知識があったとしても、場面場面で効果的な演出の方法を選択できなければ宝の持ち腐れですよね。例えばですね、こちらのページではスポットライトを利用した演出方法を解説しています。面白いのは右のページで男性の腕の影が壁に映っている部分の解説ですね。影が下の方は赤く染まっていて、上の方は青く染まっています。これは男性を照らし出すスポットライトが実際には2つ並んでいて、下が赤、上が青のライトだから、影に対してもこのように色の分解が起きるのだという解説なんですが、確かにね、言われてみればそういう部分が臨場感やリアリティを生んでいるのだということは理解できるんですが、言われないとこういうのって気づきにくい部分ですよね。実例と解説付きで演出が勉強できるので、自分の絵にもすぐに取り入れることができるテクニックがたくさん紹介されていることが、この本の非常に優れた部分だと思います。一応この本はデジタルではなく絵の具を使って描く前提として紹介されているんですが、デジタル絵描きにとってもすごく役立つ情報ばかりですね。さて、最後に紹介するこの本のおすすめポイントは、何よりも言語化です。いろいろなテクニックを紹介されてもいまいち頭に残りにくい、覚えた端から忘れていってしまうことってないですか？それはなぜかというと、ふわっとしたイメージだけを頼りに覚えてはいるけど、そのテクニックは一体何と呼べばいいのか、言語化がされていないことが原因だと思います。言語化できていないから人に説明できない、説明できていないから自分でも覚えておけない、そういうことってとても多いと思うんです。でもこのカラー&ライトは紹介されているテクニックに対してきちんと言語化がされています。例えばこのページはモチーフの後ろから強烈に当たるライトのことについて、エッジライトまたはリムライトという風に名称を交えて説明されています。名称がわかるので人に説明できますし、人に説明するということは自分の記憶の定着にもつながります。絵は積み重ねていくことで上達していくものですから、言語化は積み重ねにとって非常に重要なことですよね。絵を描こうとすると光や影、そして色についてどういう風に考えればいいのか迷ってしまうこと多いと思うんですが、この本はそんな迷える絵師たちの道を優しく照らし出してくれるような一冊だと思います。一度は目を通してみることをお勧めします。The Art of Spider-Man。はい、続いて4つ目のおすすめ本。っていうかこれは実はですね、おすすめすぎてあまりおすすめしたくないんですけど、まあでもね、僕のチャンネルは情報を包み隠さず全てお伝えしちゃうのが売りなので、いっちゃいます。次のおすすめ本はこちら。The Art of Spider-Man。はい、こちらは映画スパイダーバースのコンセプトアート集なんですが、紹介されているアートワーク、ビジュアルがですね、どれもこれもイケてるので、なんかもうこの本に関しては勉強がどうとか知識がどうとかそういうのはもう抜きにして、最高にイケている成分をとにかく摂取したい人にめちゃくちゃおすすめです。この本がイケているポイントが3つあります。まずですね、このページをちょっと見てください。いやもうなんだろう、なんか意味わかんなくないですか？このデフォルメっていうか、はしょり方。ヒゲとか耳のところの線とかもうマジックで描き殴ったようなタッチですし、よく見たら髪の毛の部分とかもブラシのデジタルチックな筆跡がそのまんまだし、あとね、ちょっとここ見て。このヒゲのところを白いペンでぐるぐるぐるって、これいや、ふざけてんのって、一見適当に描かれているようにも見えるんですが、いやでもね、引いてみるとめちゃくちゃリアルで、存在感。すごいイラストでしょ？さっきのヒゲのぐるぐるのところも目を薄めて見てみると、白髪混じりのニュアンスを表現した部分だっていうことに気づくんですよね。ちょっとね、このはしょり方、僕は絶対に思いつかないので、これ見ただけでも、うおーってね、テンションめちゃくちゃ上がっちゃいますよね。いやもうこれはやばい。それとこの本はとにかく色使いがいけています。もうね、とにかく見てほしい。ほら、このページとか見てください。色のぶつかり合いと馴染ませ具合が
いい感じに入り乱れていて、すっごく目に楽しい画面作りなんですね。描いているシーンとしてはただ単純に部屋の風景というか、警官が部屋に入ってくるだけのシーンなのに、この部屋行ってみたいなって綺麗なんだけど、すごくリアリティのある空気感を感じますよね。そして次は打って変わってとても幻想的な色使いです。街全体がピンクがかっていて、夕日にしてもね、こんな色にはならないと思うんですが、でも手前で話している二人の雰囲気がこの色使いのせいで伝わってくるんですよね。非常にリアリティのあるシーンとエモーショナルなシーンを色使いによって大胆に切り替えながら表現していく、この演出はページをめくるたびに驚きがあってもずーっと見てられます。いや、なんかもうね、この一冊を見ただけでもう一本別の映画を見せられたような、そんな満足感があるんですよね。で、何よりもこの本を実際に皆さんに見てほしい理由がこちらです。空間表現がイケている。一応画像を見せますが、ちょっとこれはね、動画では伝わりきらないと思うので、ぜひ手元で見てほしいです。はい、もうね、空間表現が超イケています。空間の広さがめちゃくちゃ気持ちいいんです、このアートワーク。スパイダーマンってビルからビルに、木から木に飛び移って広大な空間を素早く移動するので、そのアクションを表現するためにめちゃくちゃ背景が重要だと思うんですよ。でもその一方で広大な空間って結構表現するのが大変だと思うんですが、この本ではそれが見事に表現されていますね。こんな風に空気遠近を大胆にかけて、ビルと人物との距離感をぐわーっと大胆に開けて、思いっきり大げさに表現してますし、そして細部も作り込むことで同時にものすごいスケール感を感じますよね。一方別のページではもうびっくりするぐらいシンプルで、思い切った画面構成にすることで、この人物に対してこの空間がどれほど広いものなのか、見事に表現していると思います。いや、なんかもうね、この本に関しては終始イケてるとか見事だとかしか言ってないと思うんですが、そのぐらい語彙力を失うような刺激をたくさんもらえる一冊だと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。文芸オタクの私が教えるバズる文章教室でね、最後に紹介するのはちょっと絵の本ではありません。最後に紹介するのはこちら、文芸オタクの私が教えるバズる文章教室ですね。なんで絵の本じゃないのかって思った方多いと思うんですが、今って絵描きの必須の能力として Twitter やブログに代表される SNS での発信が非常に重要になってきているじゃないですか。Twitter でフォロワーを増やしたり、いいね、リツイートをたくさんされる方が仕事や活躍の幅を広げるためにはとても重要と言わざるを得ないと思うんです。でも絵を描くのは得意だけど、それに添える文章が苦手なんだよな。絵だけじゃなく、もうちょっとうまく文章も書けたらもっと効率的に情報発信ができるようになるのに、そんな人も多いと思うんです。そんな時にすごく役立つのがこの本。バズるための文章を書くにはどんなテクニックを使えばいいのか、人に伝わる文章にできるのか、もっと読ませる文章にできるのかを細かいテクニックに分解して教えてくれるんです。例えばですね、僕がよく見かけるちょっと残念だなって思う文章に言い訳や説明から入る文章というのがあるんですが、人間ですね、どうしても誤解されたくないという心理が働くのか、伝えたいメッセージよりも先に説明を入れちゃう場合があるんですよ。そしてそれが原因でつまらない文章になってしまう場合があります。ついですね、こんな風に書き出しちゃうことってあると思うんですよ。先日私が所属しているお絵描きコミュニティで画力アップのための強化合宿が企画されました。僕は常々絵が上手くなりたいと切望しているので、これは良い機会だと思い参加することにしました。こういった合宿ではいろいろな絵師さんとの交流が生まれるので、常日頃は隠している内緒のテクニックがポロリと溢れてきて、それを聞けるかもしれないというのが非常に楽しみです。まあ別に悪い文章ではないんですけど、でもね、これではダメだと作者は言います。文章が上手い人、読ませるテクニックがある人はこう書きます。お絵描き合宿なるものに参加しました。なぜ私が合宿というものに参加しようと思ったか。それは合宿にはポロリが多いからです。
ポロリについて説明したいんですけど、こういう合宿っていろいろな S さんが常日頃は隠している秘密のテクニックなんかがポロリと溢れてくることが多いと思うんですよ。そういうポロリと溢れてくる知識の結晶を拾い集めることが、僕はこのお絵かき合宿の醍醐味だと思っているんです。どうですか？言っていることは同じですが、なんとなく後の文章の方がワクワクしながら最後まで読めた感じがしますよね。これはなぜかというと、ある文章テクニックを使ったからです。それは文章の最初に意味不明な言葉を放り込むというテクニックです。後の文章の書き出しに注目してください。合宿に参加しようと思う。その理由はポロリが多いからだ。いやもうこれ見た瞬間、おいおい、こいつ変なこと言い始めたぞ。で、注目をせざるを得ないじゃないですか。で、読み進めていったら、なんだそういうことかってね、腑に落ちる感じがありますよね。最初に読み手にハテナを思い浮かばせて、それを後で回収するという文章テクニック。こういうネタが仕込まれているので、この文章は最後までグイグイと読ませてしまっているんですが、でも最初の文章はというと、そういう部分が最初に全部説明されちゃってますよね。画力アップの強化合宿があり、いい機会だと思って参加した。他の S さんが日頃隠しているテクニックがポロリと溢れ出てくるかもしれないというのもとても楽しみだ。状況は分かりやすいかもしれませんが、特に途中で疑問が挟まる余地はないじゃないですか。これでは最後まで読まなくていいやってね、途中で飽きられてしまうんですね。今紹介したのはこの本で紹介されているテクニックのほんの一部なんですが、どうでしょう。画力と同時にこういった文章テクニックをほんの少しでも手に入れることができたら、皆さんの Twitter やブログで発信している情報発信にさらに表現の幅が出てくると思いませんか？より伝わりやすくなると思いませんか？もしかしたらバズっちゃうかもって思いませんでしたか？画力アップはイラストレーターにとってとても重要なことですが、今の時代それだけではなかなか他の表現者たちと差別化が難しくなってきました。そんな中でこの一冊、文章力という武器を手に入れて自分が言いたいことを楽しく伝える術を学び、ワクワクするような情報を発信できるようになれば、あなたが目指す最強の表現者に近づくことができるかもしれません。以上が今日紹介したかった買ってよかった絵が上達する本5選でした。いかがだったでしょうか？本の情報は動画下の概要欄に Amazon リンクがありますので、そちらの URL をご参照ください。また、もっともっと役立つ本を知りたいという方はですね、こちらの動画、本当は教えたくない絵が上達する本5選もおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。